皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。さて、私事なのですが、本日6月20日は、私の誕生日です。何歳になったかは過去の動画で年齢を言っているので探してみてください。ですね、なので今日は、原点回帰というか、このチャンネル多くの皆様が見てくださって今日まで続けることができました。もう本当にね、いつからだったかな、2年くらい前から本腰入れてやっていて、でずっとなんていうんですか、もう数百人とかが続いていたんですけど、少しずつ見てくださる方が増えて、なんか今日あげようかな、作ろうかな、どうしようかなって思う時にあったかい応援のメッセージとかコメントが入って、こう感じてくださる方がいるんだったらもうちょっと作り続けようかなということで今日まで、やれました。実は先週くらいからちょっとなんか気力が私湧かなくなっちゃって、なんか特別嫌なことがあったわけでもないんですけど、なんかパワーが出てこない時って皆さんもありませんか？それで実は今日に向けてちょっと面白い企画をねやろうと思ったんです。最近私面白方面に走ってる感じがあるんですけど、もともと人をなんかこう喜ばせるのとか、なんかお笑いやったりモノマネして誰かが笑ってくれるのが好きだったりとかもあって、なんかやりたいコンテンツがあったんですけど、ちょっとね気持ちが乗らなくなってしまって、今日はお見せすることができませんでした。ぜひね、来年同じような感じでやりたいと思うので、多分面白いんじゃないかなって思うので、自分でね思ってるだけなんですけど、来年、楽しみにしていてください。で、今夜はですね、どうしようかなと思ったんですけど、誕生日っていうことで原点回帰をちょっとしてみようかなと思いました。で、どういうことかというと、このチャンネルもともと読み聞かせのコンテンツをね多く作っていました。で、寝る前に聞いていただけるような優しい朗読っていう形で、いくつかたくさん本をね読んできたんですけれども、今日は私のね大好きな作品を読みたいと思います。それがこちらのね、芥川龍之介さんの白という本です。芥川龍之介さんの本を全て読んだわけではないんですけど、今のところこの白という作品が私は一番好きです。何回読んでもね、クッときてね、涙がポロポロと出てくるようなあったかいお話です。あまり朗読を聞かないという方もですね、もしよかったら聞いていただけると嬉しいです。頭の中でお話をイメージするっていうことが、なんかストレス発散に解消につながるっていうことも聞いたことがあるので、よかったら、今から読むお話をですね、頭の中でご自身なりに情景を浮かべてみて、聞いていただけると嬉しいです。それではどうぞお楽しみください。ある春の昼過ぎです。白という犬は土をかぎかぎ静かな往来を歩いていました。狭い往来の両側にはずっと目を吹いた生垣が続き、そのまた生垣の間にはちらほら桜なども咲いています。白は生垣に沿いながらふとある横丁へ曲がりましたが、そちらへ曲がったと思うとさもびっくりしたように突然立ち止まってしまいました。それも無理はありません。その横丁の7、8軒先には
印斑点を着た犬殺しが一人、罠を後ろに隠したまま一匹の黒犬を狙っているのです。しかも黒犬は何も知らずに、この犬殺しの投げてくれたパンか何かを食べているのです。けれどもシロが驚いたのはそのせいばかりではありません。見知らぬ犬ならばともかくも、今犬殺しに狙われているのはお隣の飼い犬の黒なのです。毎朝顔を合わせるたびにお互いの鼻の匂いを嗅ぎ合う大の仲良しの黒なのです。シロは思わず大声に「黒くん、危ない!」と叫ぼうとしましたが、その拍子に犬殺しはじろりとシロへ目をやりました。教えてみろ、貴様から先へ罠にかけるぞ。犬殺しの目にはありありとそういう脅かしが浮かんでいます。シロはあまりの恐ろしさに思わず吠えるのを忘れました。いや、忘れたばかりではありません。一刻もじっとしてはいられぬほど臆病風が立ち出したのです。シロは犬殺しに目を配りながらじりじり後ずさりを始めました。そうしてまた生垣の陰に犬殺しの姿が隠れるが早いか、かわいそうな黒を残したまま一目散に逃げ出しました。その途端に罠が飛んだのでしょう。続けざまにけたたましい黒の鳴き声が聞こえました。しかしシロは引き返すどころか足を止める景色もありません。ぬかるみを飛び越え、石ころを蹴散らし、往来止めの縄をすり抜け、ゴミだめの箱をひっくり返し、振り向きもせずに逃げ続けました。ごらんなさい、坂を駆け下りるのを。そら、自動車にひかれそうになりました。シロはもう命の助かりたさに夢中になっているのかもしれません。いや、シロの耳の底にはいまだに黒の鳴き声がアブのようにうなっているのです。キャンキャン、助けてくれ。キャンキャン、助けてくれ。シロはやっとあえぎあえぎ主人の家へ帰ってきました。黒塀の下の犬くぐりを抜け、物置小屋を回りさえすれば犬小屋のある裏庭です。シロはほとんど風のように裏庭の芝生へ駆け込みました。もうここまで逃げてくれば罠にかかる心配はありません。おまけに青々した芝の上には幸いお嬢さんや坊ちゃんもボール投げをして遊んでいます。それを見たシロの嬉しさは何と言えばいいのでしょう。シロは尻尾を振りながら一足飛びにそこへ飛んでいきました。お嬢さん、坊ちゃん、今日は犬殺しに会いましたよ。シロは二人を見上げると息もつかずにこう言いました。もっともお嬢さんや坊ちゃんには犬の言葉はわかりませんから、ワンワンと聞こえるだけなのです。しかし今日はどうしたのか、お嬢さんも坊ちゃんもただあっけに取られたように頭さえ撫でてはくれません。シロは不思議に思いながらもう一度二人に話しかけました。お嬢さん、
あなたは犬殺しをご存知ですか？それは恐ろしいやつですよ。坊ちゃん、私は助かりましたが、お隣のクロくんは捕まりましたぜ。それでもお嬢さんや坊ちゃんは顔を見合わせているばかりです。おまけに二人はしばらくするとこんな妙なことさえ言い出すのです。どこの犬でしょう、春男さん。どこの犬だろう、姉さん。どこの犬。今度は白の方があっけに取られました。白にはお嬢さんや坊ちゃんの言葉もちゃんと聞き分けることができるのです。我々は犬の言葉がわからないものですから、犬もやはり我々の言葉はわからないように考えていますが、実際はそうではありません。犬が芸を覚えるのは我々の言葉がわかるからです。しかし我々は犬の言葉を聞き分けることができませんから、闇の中を見通すことだの、かすかな匂いを嗅ぎ当てることだの、犬の教えている芸は一つも覚えることができません。どこの犬とはどうしたのです？私ですよ、白ですよ。けれどもお嬢さんは相変わらず気味悪そうに白を眺めています。お隣の黒の兄弟かしら。黒の兄弟かもしれないね。坊ちゃんもバットをおもちゃにしながら感慨深そうに答えました。こいつも体中真っ黒だから。白は急に背中の毛が逆立つように感じました。真っ黒。そんなはずはありません。白はまだ子犬の時から牛乳のように白かったのですから。しかし今前足を見ると、いや、前足ばかりではありません。胸も腹も後足もすらりと上品に伸びた尻尾も、みんな鍋底のように真っ黒なのです。真っ黒、真っ黒。白は木でも違ったように飛び上がったり跳ね回ったりしながら一生懸命に吠え立てました。あら、どうしましょう、春男さん。この犬はきっと狂犬だわよ。お嬢さんはそこに立ちすくんだなり、今にも泣きそうな声を出しました。しかし坊ちゃんは勇敢です。白はたちまち左の肩をポカリとバットに打たれました。と思うと二度目のバットも頭の上へ飛んできます。白はその下をくぐるが早いか、元来た方へ逃げ出しました。けれども今度はさっきのように一丁も二丁も逃げ出しはしません。芝生の外れには白の木の影にクリーム色に塗った犬小屋があります。白は犬小屋の前へ来ると小さい主人たちを振り返りました。お嬢さん、坊ちゃん、私はあの白なのですよ。いくら真っ黒になっていてもやっぱりあの白なのですよ。白の声は何とも言われぬ悲しさと怒りとに震えていました。けれどもお嬢さんや坊ちゃんにはそういう白の心持ちも飲み込めるはずはありません。現にお嬢さんは憎たらしそうに、まだあそこに吠えているわ、本当にずうずうしい野良犬ね、などと地団打を踏んでいるのです。坊ちゃんも。坊ちゃんは小道の砂利を拾うと力いっぱい白へ投げつけました。畜生、まだぐずぐずしているな。これでもか、これでもか。砂利は
続けさまに飛んできました。中には白の耳の付け根へ血のにじむくらい当たったのもあります。白はとうとう尻尾を巻き、黒塀の外へ抜け出しました。黒塀の外には春の日の光に銀の光を浴びたモンシロチョウが一羽気楽そうにひらひら飛んでいます。ああ、今日から宿なし犬になるのか。白はため息を漏らしたまま、しばらくはただ電柱の下にぼんやり足を止めていました。お嬢さんや坊ちゃんに追い出された白は東京中をうろうろ歩きました。しかしどこへどうしても忘れることのできないのは真っ黒になった姿のことです。白は客の顔を映している理髪店の鏡を恐れました。雨上がりの空を映している往来の水たまりを恐れました。往来の若葉を映している飾り窓のガラスを恐れました。いや、カフェのテーブルに黒ビールを叩いているコップさえ。けれどもそれが何になりましょう。あの自動車をご覧なさい。あの公園の外に止まった大きい黒塗りの自動車です。漆を光らせた自動車の車体は今こちらへ歩いてくる白の姿を映しました。はっきりと鏡のように。白の姿を映すものはあの客待ちの自動車のように至るところにあるわけなのです。もしあれを見たとすればどんなに白は恐れるでしょう。それ、白の顔をご覧なさい。白は苦しそうにうなったと思うとたちまち公園の中へ駆け込みました。公園の中には鈴懸の若葉にかすかな風が渡っています。白は頭を垂れたなり木々の間を歩いてきました。ここには幸い池の他には姿を映すものも見当たりません。物音はただ白バラに群れる蜂の声が聞こえるばかりです。白は平和な公園の空気にしばらくは醜い黒犬になった日頃の悲しさも忘れていました。しかしそういう幸福さえ5分と続いたかどうかわかりません。白はただ夢のようにベンチの並んでいる道端へ出ました。するとその道の曲がり角の向こうにけたたましい犬の声が起こったのです。キャンキャン、助けてくれ。キャンキャン、助けてくれ。白は思わず身震いをしました。この声は白の心の中へあの恐ろしい黒の最後をもう一度はっきり浮かばせたのです。白は目をつぶったまま元来た方へ逃げ出そうとしました。けれどもそれは言葉通りほんの一瞬の間のことです。白はすさまじいうなり声を漏らすときりりとまた振り返りました。キャンキャン、助けてくれ。キャンキャン、助けてくれ。この声はまた白の耳にはこういう言葉にも聞こえるのです。キャンキャン、臆病者になるな。キャン、臆病者になるな。白は頭を低めるが早いか声のする方へ駆け出しました。けれどもそこへ来てみると白の目の前へ現れたのは犬殺しなどではありません。ただ学校の帰りらしい洋服を着た子供が 2,3 人、首の周りへ縄をつけた茶色の子犬を引きずりながら、
何かワイワイ騒いでいるのです。子犬は一生懸命に引きずられまいともがきもがき、助けてくれと繰り返していました。しかし子供たちはそんな声に耳を貸す景色もありません。ただ笑ったり怒鳴ったり、あるいはまた子犬の腹を靴で蹴ったりするばかりです。シロは少しもためらわずに子供たちをめがけて追いかかりました。不意を打たれた子供たちは驚いたの驚かないのではありません。また実際シロの様子は火のように燃えた目の色といい、刃物のようにむき出した牙の列といい、今にも噛みつくかと思うくらい恐ろしい剣幕を見せているのです。子供たちは四方へ逃げ散りました。中にはあまり狼狽した弾みに道端の花壇へ飛び込んだのもあります。シロは2、3軒追いかけた後、くるりと子犬を振り返ると叱るようにこう声をかけました。さあ、俺と一緒に来い。お前の家まで送ってやるから。シロは元来た木々の間へまっしぐらにまた駆け込みました。茶色の子犬も嬉しそうにベンチをくぐり、バラを蹴散らし、シロに負けまいと走ってきます。まだ首にぶら下がった長い縄を引きずりながら。2、3時間経った後、シロは貧しいカフェの前に茶色の子犬と佇んでいました。昼も薄暗いカフェの中にはもう赤々と電灯が灯り、音のかすれた蓄音機は何わ節か何かやっているようです。子犬は得意そうに尾を振りながらこうシロへ話しかけました。僕はここに住んでいるのです。この大正軒というカフェの中に。おじさんはどこに住んでいるのです？おじさんかい？おじさんはずっと遠い町にいる。シロは寂しそうにため息をしました。じゃあもうおじさんは家へ帰ろう。まあお待ちなさい。おじさんのご主人はやかましいのですか？ご主人？なぜまたそんなことを尋ねるのだい？もしご主人がやかましくなければ今夜はここに泊まっていってください。それから僕のお母さんにも命拾いのお礼を言わせてください。僕のうちには牛乳だのカレーライスだのビフテキだのいろいろなごちそうがあるのです。ありがとう、ありがとう。だがおじさんは用があるからごちそうになるのはこの次にしよう。じゃあお前のお母さんによろしく。シロはちょいと空を見てから静かに敷石の上を歩き出しました。空にはカフェの屋根の外れに三日月もそろそろ光り出しています。おじさん、おじさん、おじさんといえば。子犬は悲しそうに鼻を鳴らしました。じゃあ名前だけ聞かせてください。僕の名前はナポレオンというのです。ナポちゃんだのナポ公だのとも言われますけれど。おじさんの名前は何というのです？おじさんの名前はシロというのだよ。シロですか。白というのは不思議ですね。おじさんはどこも黒いじゃありませんか。白は胸がいっぱいになりました。それでも白というのだよ。じゃあ白のおじさんと言いましょう。白のおじさん、ぜひまた近いうちに一度来てください。じゃあナポコ、
さよなら。ごきげんよう、白のおじさん。さようなら、さようなら。その後の白はどうなったか、それはいちいち話さずともいろいろの新聞に伝えられています。大方どなたもご存知でしょう。たびたび危うい人命を救った勇ましい一匹の黒犬のあるのを、また一時義犬という活動写真の流行したことを。あの黒犬こそ白だったのです。しかしまだ不幸にもご存じない方があれば、どうか下に引用した新聞の記事を読んでください。東京日日新聞、昨18日5月午前8時40分、奥羽線上り急行列車が田端駅付近の踏切を通過する際、踏切番人の過失により田端123会社員柴山哲太郎の長男実彦司祭が列車の通る線路内に立ち入り、危うく歴史を遂げようとした。その時、たくましい黒犬が一匹稲妻のように踏切へ飛び込み、目の前に迫った列車の車輪から見事に実彦を救い出した。この勇敢なる黒犬は人々の立ち騒いでいる間にどこかへ姿を隠したため、表彰したいにもすることができず、当局は大いに困っている。東京朝日新聞、軽井沢に秘書中のアメリカ富豪エドワード・バークレー氏の夫人はペルシャ産の猫を寵愛している。すると最近同氏の別荘へ7尺余りの大蛇が現れ、ベランダにいる猫を飲もうとした。そこへ見慣れぬ黒犬が一匹突然猫を救いに駆けつけ、20分にわたる奮闘の後、とうとうその大蛇を噛み殺した。しかしこのけなげな犬はどこかへ姿を隠したため、夫人は$5000の賞金をかけ犬の行方を求めている。国民新聞、日本アルプス横断中一時行方不明になった第一高等学校の生徒3名は7日8月上高内の温泉へ着した。一行は穂高山と槍ヶ岳との間に道を失い、かつ果実の暴風雨にテント食料などを奪われたため、ほとんど死を覚悟していた。しかるにどこからか黒犬が一匹一行のさまよっていた渓谷に現れ、あたかも案内をするように先へ立って歩き出した。一行はこの犬の後に従い1日余り歩いた後、やっと上高地へ着することができた。しかし犬は目の下に温泉宿の屋根が見えると一斉嬉しそうに吠えたきり、もう一度元来た熊笹の中へ姿を隠してしまったという。一行は皆この犬が来たのは神明の加護だと信じている。時事新報、13日9月、名古屋市の大火は焼死者14名余りに及んだが、横関名古屋市長なども愛児を失おうとした一人である。霊則竹則3歳はいかなる家族の手落ちからか猛火の中に2階に残され、すでに怪人になろうとしたところを一匹の黒犬のために加え出された。市長は今後名古屋市に限り野犬撲殺を禁ずると言っている。読売新聞、小田原町城内公園に連日の人気を集めていた宮城巡回動物園のシベリア産オオオカミは25日
10月午後2時ごろ、突然頑丈な檻を破り、一晩2名を負傷させた後、箱根方面へ一掃した。小田原署はそのために非常動員を行い、全町にわたる警戒線を敷いた。すると午後4時半ごろ、右の狼は十字町に現れ、一匹の黒犬と噛み合いを始めた。黒犬は悪戦すこぶる務め、ついに敵を噛み捨てるに至った。そこへ警戒中の巡査も駆けつけ、直ちに狼を銃殺した。この狼はルブス・ジカンディクスと称し、最も凶猛な種族であるという。なお、宮城動物園主は狼の銃殺を不当とし、小田原署長を相手取った告訴を起こすと息巻いている。ある秋の真夜中です。体も心も疲れ切ったシロは主人の家へ帰ってきました。もちろんお嬢さんや坊ちゃんはとうに床へ入っています。いや、今は誰一人起きているものもありますまい。ひっそりした裏庭の芝生の上にも、ただ高いシュロの木の梢に白い月が一輪浮かんでいるだけです。シロは昔の犬小屋の前に露に濡れた体を休めました。それから寂しい月を相手にこういう独り言を始めました。お月様、お月様、私は黒くんを見殺しにしました。私の体の真っ黒になったのも大方そのせいかと思っています。しかし私はお嬢さんや坊ちゃんにお別れ申してからあらゆる危険と戦ってきました。それは一つには何かの拍子にすすよりも黒い体を見ると臆病を恥じる気が起こったからです。けれどもしまいには黒いのが嫌さに、この黒い私を殺したさに、あるいは火の中へ飛び込んだり、あるいはまた狼と戦ったりしました。が不思議にも私の命はどんな強敵にも奪われません。死も私の顔を見るとどこかへ逃げ去ってしまうのです。私はとうとう苦しさのあまり自殺をしようと決心しました。ただ自殺をするにつけても、ただ一目会いたいのは可愛がってくださったご主人のことです。もちろんお嬢さんや坊ちゃんは明日にも私の姿を見るときっとまた野良犬だと思うでしょう。ことによれば坊ちゃんのバットに撃ち殺されてしまうかもしれません。しかしそれでも本望です。お月様、お月様、私はご主人の顔を見るほかに何も願うことはありません。そのために今夜ははるばるともう一度ここへ帰ってきました。どうか夜の明け次第お嬢さんや坊ちゃんに会わしてください。シロは独り言を言い終わると芝生に顎を差し伸べたなり、いつかぐっすり寝入ってしまいました。驚いたわね、春雄さん。どうしたんだろう、姉さん。シロは小さい主人の声にはっと目を開きました。見ればお嬢さんや坊ちゃんは犬小屋の前に佇んだまま不思議そうに顔を見合わせています。シロは一度上げた目をまた
芝生の上へ伏せてしまいました。お嬢さんや坊ちゃんは白が真っ黒に変わった時にもやはり今のように驚いたものです。あの時の悲しさを考えると、白は今では帰ってきたことを後悔する気さえ起こりました。するとその途端です。坊ちゃんは突然飛び上がると大声にこう叫びました。お父さん、お母さん、白がまた帰ってきましたよ。白は思わず飛び起きました。すると逃げるとでも思ったのでしょう。お嬢さんは両手を伸ばしながらしっかり白の首を押さえました。同時に白はお嬢さんの目へじっと彼の目を移しました。お嬢さんの目には黒い瞳にありありと犬小屋が映っています。高い白の木の陰になったクリーム色の犬小屋が。そんなことは当然に違いありません。しかしその犬小屋の前には米粒ほどの小ささに白い犬が一匹座っているのです。清らかにほっそりと。白はただ恍惚とこの犬の姿に見入りました。あら、白は泣いているわよ。お嬢さんは白を抱きしめたまま坊ちゃんの顔を見上げました。坊ちゃんは、ごらんなさい、坊ちゃんの威張っているの。姉さんだって泣いてるくせに。いかがでしたでしょうか。今夜は芥川龍之介の白というお話を朗読させていただきました。ここからはちょっと雑談になるんですけど、今年の誕生日のね、いつも目標を立てるんです。で、去年は確か頑張らないってことを目標にしたんですよ。なんでかっていうと、結構何でも一生懸命頑張っちゃうタイプなので、頑張ろうって思うと結構エンジンがね切れちゃったりガス欠になりやすいなっていうのを、30数年この体と生きてきてやっと学んだので、あえて目標を立てずに、強いて言うなら頑張らないってことを念頭に置いて1年間やってきたんですね。その結果、割とできたかなと思っていて、で、いい意味で肩の力を抜けたから良くなったこともあったなと思っています。育児でも仕事でも。でもまだまだ抜いていいなっていうことをね、自覚しました。本当に何て言うんでしょうね、寝てる間もずっと私色付きの夢を、もう本当いろんな話が入ったのをジェットコースターのみたいなスピードで見ちゃうくらい、寝てても結構疲れちゃうみたいなタイプで、それがね中学生の時からずっと続いてたんですけど、去年その頑張らないっていうことを決めてから半分ぐらいかな、1年の半分ぐらいはもっとかな、何の夢見たか覚えてないとか、そう覚えてるんだけどあまり忙しくなかったとか、ちょっとほっこりするような夢だったりとか、今まで見たことがなかった夢を見るようになりました。今まで本当悪夢ばっかだったんで、だから私の中でその頑張らないっていうことが結構いいキーワードだったんだなと思っています。だからこれは引き続きずっと死ぬまでかもしれないんですけど持ってたいなって思っています。で、もう一つは許すっていうことをちょっとキーワードにしたいなと思っていて、家族でも友達でも人間関係の悩みとかって尽きなかったり、尽きたと思っても尽きてないことに気づいてし
ろいろあると思うんですね。私にもあって、乗り越えたと思っても乗り越えられてないなっていうこととかは正直まだあるんですね。お悩み相談でもそういったご相談いただくことは結構あって、でそれが対相手じゃなくて対自分っていうこともあると思う。完璧主義な自分が許せなかったりとかね、うまくできない自分が許せなかったりとか、そういうちょっとほぐしきれない部分っていうのを許すっていうキーワードでほぐしていきたいなと思っています。でそう簡単に許せることじゃなかったとしても、それは自分のために許さなきゃいけないんだなっていうのを最近ね、結構この誕生日1週間ぐらい前からきっかけがあって考えるようになりました。だからその許すっていうことをこの誕生日の日にポンって出たのでキーワードに入れたいなと思います。はい。で、皆さんは何か目標だったりとか立てたりしますか？誕生日に。私は今年の目標として物事のいい面を見るっていうのも入れていて、それもなんか人生のテーマだなと思ってるので、今年に限らずねやっていきたいなと思うんですけど、そんな風になんかちょっとずつ今まで自分で勝手に締めてたネジとか、勝手になんかきつくしてたベルトとか決まり事だったりっていうのをポロポロっと取っていきたいなって、ほぐしていきたいなっていう風に思っています。もちろん締めるとこは締めてねなんだけど、そこがなんか私の今年のテーマかなって、この年のテーマかなって思ったりしています。ちょっと公開抱負をしたんですけど、そうね、だからこのチャンネルももっと見ていってやっぱり作り手の思いが伝染すると思ってるので、見ててホッとできるようなねひとときをっていうテーマでずっとやってはいるんだけど、私自身がホッとしてないと皆さんには届けられないと思うので、ホッとしつつ柔らかくでも芯は強くっていうのをテーマにね作っていきたいなと思います。最後になりましたけれども、本当にこの YouTube で出会った皆さんにはたくさんの大げさじゃなくてたくさんのね生きる活力をねもらっています。本当にありがとうございます。動画のコメントもそうだし DM もそうだし、マシュマロに送ってくださるメッセージもそうですし、中にはFacebook とか Instagram とか Twitter の DM で送ってくださる方もたくさんいらっしゃってありがとうございます。インスタもひろみボイスダイアリーっていうちょっと日記のね感じのねインスタも細々とやっているんですけど、メッセージとともにフォローしてくださったりとかしていろんな形でなんかあったかい言葉をねかけてもらって、またリアクションしていただくことによって見てくださる方がいるんだなっていうのが本当にモチベーションになっています。ちょっと先週は気力がなくなっちゃったとか思ったんだけど、きっとそれもなんかもっといいもの作りたいなとかもっと頑張んなきゃなとか、多分 YouTube に対して私の頑張りたい欲みたいなのが変な方向に走っちゃったから気疲れしちゃったのかななんて思うんですけど、そうではなくって今見てくださる方を大切に楽しんでいただけるようなものを私らしく提供していきたいなと原点回帰しましたなのでこれからもちょっと疲れたなとか寝たいなとかそういう時にお付き合いいただけると嬉しいです。本業の方も頑張っていきたいと思うので温かく見守っていただけると嬉しいです。はい、じゃあちょっと長くなったんですけど、今日も明日も明後日も皆さんにとって安全で穏やかな日が流れますように、この年になって